母さんへ。18年間育ってくれてありがとう。たくさん迷惑をかけてごめんね。若い親がしつけなってないとか言われたくないっていうのが自分の中であったので、自分も恩返しをしたいなっていうのがあって。お父さん、今の私はお父さんに近づくことができたでしょうか？自分の職場が女性が一人で私しかいない。それにはさ、男と女とかね、自分の道を正解すればいい。何が正解で自分で正解にすればいい。はい、ありがとうございます。はい、頑張って。今豊田章男会長が入ってきました。これから豊田工業学園の卒業式が行われます。澤部優斗、金子純平、神谷未来、丹結菜、岩崎亮介、上野幸喜、大石沙耶、小川桃子、小里智樹、木村修斗。高等部修了者125名、専門部修了者124名。修了証書、田崎優太。ありがとうございます。卒業生の皆さん、ご家族の皆様、ご卒業おめでとうございます。トヨタ自動車の創業者、豊田喜一郎は、従業員は家族だと言いました。その言葉通り、私にとってここにいる卒業生一人一人が大切な家族です。私は社長から会長になっても卒業式には必ず参加すると決めておりました。それは私が社長や会長としてではなく、皆さんの親父として我が子の晴れ姿を見る思いで卒業式に来ているからです。この壇上から見える皆さんの姿勢、私を見つめる眼差し、本当に頼もしくなったと思います。皆さんのこれまでの頑張り、努力がその姿に現れていると思います。この日、249人の卒業生が社会人としての一歩を踏み出しました。80年以上の歴史を持つ豊田工業学園。これまでおよそ1万9000人の卒業生を輩出しています。ちょっとその授業にお邪魔してみました。これは何でしたっけ？これはこれです。トヨタイムズです。じゃあこうしよう。せっかくの数学の授業だから、なぜ数学が大事なのかという話少しさせてもいい？お願いします。数学を勉強する本質はいい？相手に論理立てて物事を伝える能力を測る、それを養う科目なの。君たちもさ、説明が上手な人、あるいは説明が上手な指導員とか何人かいると思う。その人たちはまさにその数学力があるからなんだよ。うんね、他に学ばなあかんことたくさんある。頑張って。ただ車作りを学ぶだけでなく、こうした通常学習も行われます。
I want to eat delicious food with host family. I'm exciting. Thank you. 現在高等部に在籍しているのは350人。ここ回答がちょっと意味が似てたんで上がりますかって交渉したらいけました。55点が58点になりました。こうして見ているとどこにでもある普通の高校ですが、豊田工業学園はちょっと違います。3年間でものづくりの技能やトヨタの生産方式などを学びつつ、入学と同時に通信制高校にも入学します。授業を通して通信制高校の単位を取り、高校卒業の資格も取得するという仕組みです。さらに生徒には毎月およそ16万円の生徒手当や年2回の特別手当が支給されます。いわばトヨタ自動車に入りトヨタ工業学園に配属されたというようなもの。そのため教壇に立つ指導員もトヨタ自動車の社員です。僕は元町工場の組み立て部で、本当に車の製造ラインクランを作ってました。僕もここの卒業生なので、はい、初めてではないので、とはいえ教える側は初めてだったので戸惑いはもう大いにありました。はい、情報システムの開発をしてました。驚きの方が大きくて、あれよあれよという間に不妊日になってという感じで、本当によしやるぞっていうよりは大丈夫かな、やれるかなっていう不安の方が大きい気持ちを持ってこちらに赴任をしたんですけど、やっぱり周りの指導員の方が本当に支えてくださって、今3年目を迎えることができてるなっていうのはすごく感じます。先生と生徒というよりは上司と部下の関係に近いのかもしれませんね。その頃卒業式を翌週に控えた3年生には社会に出るための特別授業が行われていました。多分みんなは卒業したらほぼ全員車に乗ると思います。私の体験した交通事故の辛さや悲惨さを感じて、みんなが卒業した後に運転に乗る際だったり今後の生活に生かしてほしいなっていう思いから今回話をさせていただきます。2022年信号無視をしてきた車に衝突され重傷を負った指導員の中井さん。自身の経験や当事者だからこそ語れる思いを卒業生に伝えました。私には8歳と6歳の子供がいます。事故を起こした日から子供を抱きかかえることができていません。子供を抱っこしてあげられないのは本当に辛く、泣きながら抱っことせがんでくる姿を一生忘れることができません。新学期となりすぐ事故が起きたため生徒とは1週間しか共に過ごせていません。大切な生徒との時間を返してほしいと思います。はい。同じシェイキングバー岡田です。まずはお話ありがとうございました。過度なスピードオーバーっていうところだったりとか、信号無視とか、本当ちょっとしたことで自分の人生もそうですし、相手の人生も狂わせてしまうっていうのを肝に銘じて、これからの人生過ごしていきたいなと思いました。以上です。学生会、いわゆる生徒会の会長を務める岡田ライムさん。自分は父親がトヨタで働いていて、
小学生の頃工場見学に行かせてもらって、こんなところで働いてるんだっていうのがまずあって、そこでかっこいいなとか、憧れを持って、その時からずっと将来はトヨタで働くっていうふうに決めて過ごしてきて、やっぱり本当に一番はお父さんっていう存在があって、そのためにやっぱり頑張ってきた3年間でもありますし、これからはしっかりその感謝を伝えたり、行動で示していきたいなと思います。父の姿に憧れて、ここに来た理由は人それぞれです。福岡から来たという澤部優斗さんは、親に恩返しっていうか親孝行をしたいっていうのがあって、で自分は中学校の頃にめちゃくちゃ迷惑をかけて親を毎日泣かせたっていうのがあった時ぐらい結構迷惑をかけてしまって、ここに入ったことによってその周りのことは全て自分の力でやれる環境になったっていうのが大きいのと、あとは安心してもらえるかなと思って、でその一人でできるようになったよっていうのを、できるようになれたんだよっていうのを一番分かってほしかったなと思って、ここに入ろうかなって思ってました。成長した姿を母に見せたい、そんな澤部さんたちが暮らす寮です。学園生は入学後全員が寮生活を送ります。そんな学園の寮生活を覗いてみました。早速見つけたのは、入り口で生徒の帰りを待つ一人の指導員の姿。一体何をしているんでしょうか。訓練生の寄り添いといった活動で、悩み事とかそういった相談事を抱えた子たちの悩みを聞くっていう形で、傾聴という形で訓練生の話を聞くことに専念するという仕事をしています。顔を直接見て、気になる生徒がいれば専用の寄り添い部屋で話に耳を傾けます。この日も一人気になる生徒が。最近寝れたりしてる？最近なんかあった？自分もそういう立場だったからさ、その学園の時にすごい分かるから、だからこそその自分からアクションを起こしてプライドへし折ってまでも謝った方が絶対あと楽だし、後々の影響が少なくなるから、マジで早く解決した方がいいじゃん。やっぱり人間関係の話ですかね。同級生との仲直りの仕方がわからないっていう感じで、どっちも意地張っちゃっててっていうところなんで、そこを素直になれないで、ずっとその素直になれないってことが気づかないままずっと言っちゃうっていうのが今の子たちなんで、ちょっと冷静にさせるという形で話を聞かせていただきました。次に出会ったのは、寄り添い先生に相談したこともある3年生の生徒2人。安藤リリカさんと大石沙彩さんは、卒業後の職場について話に花を咲かせていました。でも職場先輩女性だったから、もう本当にやりやすい。マジで羨ましい。じゃあ逆にさ、男性と喋る時っていうか、なんか職場の人で喋る時ってさ、何の話するの？男の人と話す時は、でも学園の話結構なんていうの、聞いてくれるから、そう職場は本当にやりやすいなって思うけど。学園の話結構するでしょ、職場で。するはする。なんか気になるんだろうね。しかも女の子で来てる。それはある。本当に毎回あれ、職場新しいとこ行くとさ、なんで学園希望したのって絶対聞かれる。絶対言われるよね。絶対言われる。本当に言われる。あるよね。確かに圧倒的に女性が少ない豊田工業学園。それでも2人が入学したのはなぜでしょうか。
私はもともと兄が高校の卒業生で、それで学園というものを知ってたんですけど、最初は、なんか親に相談したりとか兄に相談した時は、厳しい学校だし女の子が行くところじゃないっていうふうには言われたんですけど、自分的になんか負けず嫌いなところとか結構あって、自分が勤めてる社隊部はまだ男の人が多くて、実際に私が入る職場も私以外全員男性っていう環境で、やっぱりまだ女性が簡単にできる工程が少ないっていうのもありますし、自分が入ったことでいろいろ職場の作業を変えていくことはできると思うので、女性が働きやすい環境をこれから自分が作っていきたいなというふうに考えてます。両親が若くしてやっぱ自分の姉と私を産んだっていうのがあって、胸を張ってほしいっていうのが一番大きくあって、親に若い親がしつけなってないとか世間から見たらそういうのあると思うんですけど、言われたくないっていうのが自分の中であったので、若い両親が育ててくれるっていう大変な中でやりたいことをやらせてくれたっていうので、自分も恩返しをしたいなっていうのがあって、一生懸命やってる姿を両親に見せるっていうことが一番かなっていうふうに考えて、それで学園を受けようかなっていうふうに思いました。寮の最終点呼は午後9時。それまでは自由時間です。何やら騒がしい部屋が一つ。お菓子かぶりすぎる。今日はもうそれでもう専門部も終わりってことで、ちょっとパーティーしましょうか。専門部は別の高校を卒業し、すでに就職している人を対象にした1年間の企業内教育のコースです。トヨタ自動車だけでなく、グループ会社から出向してきた生徒もいます。お疲れ様です。卒業間近かつ、設備制作実習が終わったということで、今日はパーティーです。乾杯！スーツを着ているのが TMH から出向してきた北澤さんです。座っている方が岡田さんです。これは TMK から一緒に来ました。はい、九州で。九州がふちくんもみんな同じ TMK が3人全員自分たち3人ですね。仲間を紹介してくれたのはトヨタ自動車九州から出向してきた岩本宗栄さんです。相次いだグループ会社の不正について複雑な思いを抱いていました。やはりグループ会社っていうのはその一員ですね。会社自体は違うんですけど、トヨタっていうその一括りで見ると一緒の会社だと思ってるので、不正っていうのはあんまり良くないかもしれないですけど、そういう時こそ仲間と一緒に助けを取り合って頑張っていくべきではないのかなっていうふうに思っています。いずれはみんなが職場の中核となれる人物になれたらいいと思うので、自分はやっぱりこのつながりを大切に頑張って TMK に変えた際にも成果が出せるといいなっていうふうに思っています。一方、高等部学生会会長の岡田さんは、仲間と共に迷い悩みながらも進み続けてきた日々は、その全てが濃密で私にとってかけがえのない時間でした。卒業式での代表者スピーチの練習です。およそ1ヶ月かけて書き上げたといいます。今は読み方の練習をもうメインにしていくって感じで、いろいろ書き込んだりだとか、どう読むのがいいのかなっていう、本当にその試行錯誤っていうか、そういう段階ですね。実はもう一人スピーチ原稿を用意している生徒がいました。福岡からやってきた澤部さんです。万が一
岡田さんが欠席した際の代役を任されています。卒業式っていう舞台でなんか任されるとかっていうのは思ってもいなかったので、なんか伝えられた時は3年間頑張っててよかったなってまず思って、でやっぱりどうしても親が福岡にいるので、その卒業式っていう舞台でまあ一応チャンスをいただいて、成果を伝えれるっていう舞台をいただいたのがとても嬉しかったなって思います。お母さんはこれ知ってる？もしかしたら読むかも。いや、知らないです。一応卒業式が終わった後に伝えようかなと思ってます。はい。まあこういうのがあってっていうので改めて感謝をその時にも一緒に伝えようかなって思ってます。さまざまな思いを胸に訓練生起立。迎えた卒業式。豊田章男会長からもメッセージが送られました。皆さんには世界中の仲間と技で会話ができる、そんな人になってほしいと私は願っております。先月トヨタグループのビジョンを発表しました。次の道を発明しよう。次は未来を。発明はグループの原点を表しております。では道とは何でしょうか。答えは皆さんの中にあります。卒業生249名、249通りの道があっていいと思います。その方が面白い、私はそう思っています。最後に私から豊田章一郎名誉会長の言葉を送らせていただきます。新しいものを作るために知恵を絞り汗をかき、時間を忘れて熱中する、その瞬間が極めて楽しい。苦心した末、ものが出来上がった時、それを誰かが使って喜んだり助かったりした時、この上ない喜びと感動に包まれる。だからもっと勉強し働いてもっと良いものを作ろうと思う。皆さんもっと勉強して技を磨いてもっと良いものを作ってください。その先にきっと次の道があると思います。皆さんがどんな道を発明するのか、私は楽しみにしております。皆さんご卒業おめでとうございます。卒業生起立。代表高等部第76期生岡田来夢。柔らかな春の兆しが感じられる今日この良き日に、高等部76期専門部34期は卒業します。入学当初は新型コロナの蔓延により行動が制限される生活。そんな中でも仲間と共に迷い悩みながらも進み続けてきた日々は、その全てが濃密で私にとってかけがえのない時間でした。3年間仲間と共にがむしゃらに取り組んできた経験から学んだ心構えにある誰かを思い力を尽くそうという考え。私自身卒業後技能五輪にチャレンジする上で、技を磨きより良くしようを胸に刻み、職場でも一生努力し続けます。そして小さい頃から憧れる
誰からも頼られるかっこいいお父さん。いつかはお父さんを必ず超える、その思いでここまで過ごしてきました。お父さん、今の私はお父さんに近づくことができたでしょうか。いつかはお父さんにとって誇れる息子になってみせます。最後になりますが、こうして卒業を迎えられるのはどんな時も愛情を持って厳しく、そして寄り添いながら私たちのために本気で指導してくださった指導員の皆様や関わってくださった多くの方々のおかげです。そして何より私のことを応援し支えてくれた家族には感謝の言葉しかありません。ありがとうございました。ただ岡田校長の背中を通り、もっともっと努力して、いつか本当に抜いた時お父さん本当に喜ぶから、頑張って。ありがとうございます。式の後半には豊田会長や河合親父ら現場のリーダーが卒業生にスタンプ、そして言葉を送るスタンプ会も開かれました。こんにちは。トヨタ自動車北海道配属飯島新です。北海道フライト多いな。はい、2人です。はい、社長目指して頑張ります。おいおいおい、社長目指してる。どこの？トヨタの？トヨタ自動車北海道です。トヨタ自動車って言え。トヨタ自動車です。わかりやすい。誰か頼ったことあるの？自分は家族。はい。今は頼れ。はい。今は頼りまくったわけ。わかりました。頼りまくると、どういう人が頼れる人かって分かるわけです。技能五輪で誰かを笑顔にできる。ちょっと僕笑顔にしてもらう。一発芸いきます。辰年なんで辰一発芸いきます。まあいいや。まあ許せるよ。おかしい。TMK の部品部部品設備課というところから出向生としてまいりました。TMK。そうです。九州。トヨタ自動車九州。九州か。はい。今日の豊田明夫会長からあった249本の道っていうことで、自分もそれぞれの道として頑張っていこうかなっていうふうに。自分の道を正解にすればいいの。そうですね。はい。何が正解で自分で正解にすればいい。はい。ありがとうございます。はい。頑張って。じゃ元町工場機械部の大石沙彩です。元町工場。で元町機械部なんだ。はい、機械部です。いいね、機械部。大変だよ。はい。設備故障ばっかりだから設備故障ばっかり。いつも新入生でいた方がいい。はい。いまだに新入生だ。自分の職場が女性が一人で私しかいなくて、新しく自分の女性に働きやすい職場を作りたい。そうだね。それにはさ、男と女とかじゃないね。女性の人出した方がいい。はい。いいし、他の女性が入りやすくするためには、それから男性がね、その男性のだけでダメですよって言ってやって。ねえ。その脳だけで考えてさ、世の中良くならないって言うの。はい。何を生意気だって言われたら会長にそう言われていいえって言われて。わかりました。はい。あ、そうだ。取っとこう。証明写真で。取っとこう。はい、行きます。はい。とさ。ありがとうございます。お願いします。はい。いいね。立派だった。立派だった。お願いします。さ、親父さん抜けよ。はい。まずね、それはね、岡田校長の息子って言われてるじゃダメなの。ね。ネームの親父が校長と言われる時をまず選ぶ。僕もそれやった。改めまして本当におめでとうございます。今回久々のフルバージョンだったと思います。学生たち、コロナ禍という非常に
普段とは違う生活の中で本当にこんなにねのびのびと、本当にこんなに個性を磨かれたと思います。ですからそれはこの学園に入る前の皆様方の家庭での、ご教育の賜物だったと思います。改めまして感謝申し上げたいというふうに思います。ここで学んできたこと、そしてみんなで助け合ったこと、経験したこと、感じたこと、これが絶対に今後役に立つと思いますので、初心忘れずにね、ぜひとも将来世界で通用する、人になってくれるよう応援もしますし期待してますから、ぜひ頑張っていただきたいと思います。本日は本当に誠におめでとうございました。もう普通の少年少女に戻っていいかな。学園卒業式で家族とこの場で対面できるのも数年ぶりのことです。ちょっと噛んだね。ちょっと感じた。まあでもそうやって言ってるけどうるうるしてましたよ。見てましたよね。見てましたよね。どうでした？いやすごい立派でしたよ。ぜひ超えてほしいなと思いますね。はい。職位を超えるよりも人として超えてほしいかな。どうですか今直にアドバイスを聞いて。その通りなんでした。そのまま真摯に受け止めて頑張ります。真面目か。入学前、卒業生の兄から女性が行くところじゃないと言われた安藤さんは、そうですね、僕自身も経験してたので、それでね、僕は男ですけど女子訓練生で、訓練するのはめちゃくちゃ大変だなっていうのがすごい分かるので、3年間よく頑張ったなと思います。以上です。ありがとうございます。こちら一緒に頑張りましょう。寮生活になって迷惑をたくさんかけていたことを気づかされる瞬間がとても多くありました。特に中3はだいぶ腐っていたと思うけど見捨てず叱ってくれたから今があると感じています。まだまだ迷惑をかけると思うけれど少しずつ恩返しができるように愛知で頑張ります。3年間ありがとう。頑張りました。3年間全然連絡くれなかったんでこっちからするとなんか忙しいかなとか思ってたんで待ってた側やったけんで、辛かったんだなっていうのはよくわかります。でもよく頑張ったね。最初1年生の頃とか連絡せんでって言ってたのはマジで声聞いたら泣いちゃうから。なんかごめん。食べます。さっきから汗。中学時代毎日泣かせてしまった母との再会。お母さんへ18年間育ってくれてありがとう。保育園、小学校、中学校とたくさん迷惑をかけてごめんね。たくさん悩ませて怒らせたりしたけどとても感謝しています。高校から福岡を離れてなかなか会うことができない環境にいたけど
お母さんのおかげで3年間頑張ることができました。これから卒業して社会人になっていきます。社会人になったら一人で行っていくことが少しずつ増えていくと思うけど、悩みすぎずに頑張っていくので心配しないでください。弟たちのことで困ることあったらいつでも言ってくれれば、自分ができる範囲なら助けられると思うので待ってます。まだまだたくさん悩みはあるけど、あると思うけど、キヨトのことは何にも心配しなくていいので安心しててください。ありがとうございました。ありがとう。ありがとうございます。卒業生代表の言葉のサブで、本当はお母さんに向けてのメッセージがあったんだけど、それはお母さんから見て僕はどう映ってるのかなって内容がどうだったのかなって。本当に立派に成長したと思うし、これからの優斗の成長が楽しみで仕方ない。翌日、3年間お世話になった亮ともお別れです。全然取ってないな。はい。廊下には後輩たちによる花道が。ずるいってそれは。ずるい。お前なんだお前。お前。そして出口では指導員が最後の言葉を。卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。松尾、行ってこいよ。